皆様、こんにちは。俳優キムスヒョン氏の法的代理人、弁護士のコサンロクと申します。私は本年9月中旬、新たにキムスヒョン氏の代理人として選任されました。私の所属する法律事務所は、現在、ガセヨンを含む本件の加害者らに対する刑事告訴事件を全面的に担当しております。捜査が長期化し、被害回復が遅れている状況の中で、私は単に結果を待つのではなく、すでに捜査機関に提出した証拠の一部を公開し、事件の実態を直接説明する必要があると判断いたしました。そのため、9月30日以降、数回にわたり関連する証拠及び立場を公表し、その内容は韓国国内の報道機関を通じて詳細に報道されました。その後、加害者たちが1ヶ月近く沈黙を続けたことで、多くの方々が真実の流れを理解し始めています。本映像は、私が最近発表した総合的な声明をもとに、海外の視聴者の皆様に事件の真実を正確にお伝えするために制作した外国語のバージョンです。本件の発端は、2024年3月25日、個人が知人に送ったカカオトークの会話の中に残されていた虚偽の立場文の草稿に始まります。ドラマ涙の女王が放送されていた時期、個人が SNS に投稿したもののすぐに削除した、俳優と顔を寄せ合って写っている写真は、2020年2月、個人が大学2年生になる時期に撮影されたものでした。キムスヒョン俳優の iPad には、問題の写真とともに、近い時期に撮影された他の写真も保存されており、それら一連の写真によって、数日の前後を含む撮影日が確認されました。その結果、問題の写真は2020年2月18日から23日頃の間に撮影されたことが特定されました。ところが、問題の立場文草稿には、その写真を個人が2016年、高校1年の時に撮った写真と主張する、非常に重大かつ明白な虚偽が含まれていました。しかも、その写真は個人が中学3年から大学3年まで俳優と交際していたという、虚偽の主張を裏付ける唯一の根拠として引用されていたのです。個人は当時、誰かの助けを借りてこの文書を作成しましたが、実際に外部へ発表する意図はなかったものとみられます。もしこの文書がその時にそのまま発表されていたなら、写真の撮影時期がすぐに明らかになり、その主張がすべて虚偽であることが即座に判明したでしょう。その事実を誰よりもよく理解していた個人は、この文書が外部に出ないよう、最後まで不安を抱えながら気を配っていたのです。したがって個人は、最後までこの立場文を出さない方がいいのではないか。公開されるのが怖いの不安を口にし、気にかけていました。しかし、その1年後、個人がこの世を去った後、この文書は全く異なる形で実行されました。2025年3月10日、キム・セウィ氏は、この虚偽の立場文草稿を根拠として番組を放送し始めました。個人が生前に発表できなかったその虚偽の文書が、死後に遺族とキム・セウィ氏の手によって、児童心理支配性的搾取という、立場文が当初意図していた悪意に満ちたフレームのまま世に出たのです。当時、所属事務所と俳優は即座に具体的な反論を行いました。写真の撮影時期、交際の期間、すべての事実を説明する資料を繰り返し提示しました。しかし、キム・セウィ氏は事実確認により訂正する代わりに、その時点から資料の改ざんと偽造を始めました。さらに、より刺激的で衝撃的な内容で虚偽の主張を続け、嘘の放送を繰り返し、キム・スヒョン俳優への攻撃を止めませんでした。彼は俳優を小児性愛者としてレッテル貼りする放送を続けたのです。所属事務所はその都度反論し、虚偽を訂正しましたが、キム・セウィ氏は止まらず、虚偽の暴露放送は数ヶ月間続きました。その度に数百件もの記事がメディアに溢れ出しました。そしてついには、キム・スヒョン俳優がコ・キム・セロン氏を中学生の頃から心理的に支配し、性的に搾取してきたという完全な虚偽の主張が、
大衆の認識の中に深く刻み込まれてしまったのです。この虚偽は韓国国内だけでなく、海外の主要メディアにも広く報道され、その報道を見た世界中の多くの人々が、今なおキム・セビ氏の主張を事実だと信じ続けています。俳優キム・スヒョン氏は、中学生に対する性的搾取などとは一切無縁であり、個人が大学生となり成人する以前に、彼女と一日たりとも交際した事実はありません。捏造されていないすべての神聖な資料は、二人の交際が個人が大学生となった2019年夏以降に始まり、1年も経たない翌年の春には終わっていたという事実を一貫して示しています。キム・セウィ氏は、成人後に交際していた時期の写真を、あたかも未成年時の交際を裏付ける証拠であるかのように仕立て上げました。しかし、公開されているすべての写真は、2019年夏以降、二人が交際していた時期に撮影されたものです。もしキム・セウィ氏の主張通り、中学生時代から6年間も交際していたのであれば、その長い期間の中で、この短い時期以外の写真が1枚も存在しないというのは、到底説明がつきません。キム・セウィ氏は、前回の大統領選挙以降、数千枚の写真を公開すると番組で毎日のように主張してきましたが、これまで1枚たりとも提示できていません。そして、今後も提示することはできません。そのような写真は、そもそも存在しないからです。俳優が個人に送った軍隊時代の手紙は、キム・セウィ氏が事実関係を完全に覆した典型的な歪曲の事例です。キム・スヒョン氏が兵役中であった2018年6月9日に、個人に送った唯一の公開済みの手紙には、軍生活の日常、心構え、除隊後の計画が記されているだけです。恋人への愛情表現、休暇中に会う約束、将来を共にする計画。過去に共有した思い出や体験に関する記述は一切なく、手紙の最後まで相手への質問や関心を示す一文すらありません。これは、特定の相手を意識して書かれた恋文ではなく、当時、俳優が複数の知人たちに送っていた随筆のような形式の、自身の思いを記した一般的な手紙だからです。実際、この手紙が公開された当時、ネット上の批判者たちでさえも、これが恋文なのか、愛情の痕跡が全くないと評したほどでした。しかし、キム・セウィ氏はこの手紙を、その17ヶ月後、すなわち2019年11月1日、俳優が成人となって交際していた時期に送った絵はがきと並べ、同じ画面上で対比して提示しました。そして、軍隊手紙の一部だけを抜き出して内容を歪曲し、あたかも俳優が未成年の頃から個人に恋愛感情を抱いていたかのように、作り上げたのです。このように、キム・セウィ氏の世論操作の核心は、事実を証明する資料を、まるでグルーミングの証拠であるかのように、180度ねじ曲げて提示する、驚くべき宣伝扇動の技術にあります。軍隊時代に恋人へ送った手紙とは異なり、愛情表現が一切ないたった一通の軍手詩、そして休暇中に個人へ送った時間がなく会えないといった、ごく普通のメッセージは、当時二人があくまで友人知人関係であったことを示す証拠です。ところが、キム・セウィ氏はそこに捏造した証拠を組み合わせ、虚偽を繰り返して大衆を扇動しました。その結果、一般の人々はこの軍手氏と普通のカカオトークの会話を、むしろ交際していながら愛を与えず、相手を支配していた証拠だと、誤って認識するようになったのです。嘘は大きく、そして繰り返せ。そうすれば人々は最終的に信じるだろう。21世紀の韓国においても、ナチス宣伝ショーゲッペルスが生み出した、大衆認識操作の原理は、今なおそのまま機能しているのです。キム・セウィ氏は、キム・スヒョン氏が個人を中学生の頃から心理的に支配し、いわゆるグルーミング心理的誘導を行ったと主張しました。その主張の革新的な根拠として提示したのが、
2016年6月のカカオトーク会話です。この会話は、2000年7月生まれの個人が満16歳未満、すなわち現行法及び社会通念上、性的自己決定能力がないとみなされる時期のものです。ところが、そのカカオトークの内容には、男性が個人に対していつ僕が君を抱いて眠れる、など、直接的で露骨な性的表現が含まれていました。このカカオトークを俳優キム・スヒョン氏が送ったものだと信じた人々は、彼が個人の自動機から性的に接近し、心理的支配グルーミングを言っていたと誤解するに至りました。この2016年カカオトークこそ、キム・セウィ氏が作り上げた数多くの捏造証拠の中でも最も革新的な資料です。しかし、キム・セウィ氏が公開した2016年6月のカカオトークメッセージは、俳優キム・スヒョン氏が送ったものではありえません。彼が公開した会話は、2016年6月22日から26日までの5日間のやり取りです。この期間の内容を、当時の俳優の公式スケジュールと照らし合わせると、そのメッセージがキム・スヒョン氏によるものではないことが明確に確認されます。第一に、この時期、個人はドラマ魔女宝冠の撮影で、連日徹夜を伴う過密スケジュールに追われていました。6月22日午前7時頃の会話では、その日会う約束をしていたが、夜通しの撮影が延びて会えなくなった。という内容が確認されます。すなわち、会う約束が成立していたとすれば、男性はその日、午前午後夜いずれかの時間に、つまり個人が夜の撮影に出発する前の短時間にでも、彼女と会えるだけの余裕が必要だったはずです。しかし、キム・スヒョン氏はその同じ日、映画リアルの主演として撮影の最終段階にあり、インチョンのヨンジョンドの撮影セットで午前8時から午後8時まで、丸1日、アクションシーンの撮影に従事していました。午前5時にソウルソンスドンの自宅を出発し、終日撮影を行うスケジュールであったため、同日週に他の場所で誰かと会うことは物理的に不可能です。なお、当時の映画撮影スケジュールは、100名を超えるスタッフと出演者に毎日配布された公式日時撮影計画表で確認できます。その電子ファイルのメタデータを確認すると、これらの文書が2016年6月当時に実際に作成されたものであることが証明されています。第2に、その2日後、6月24日午前11時頃の会話では、個人が今夜の撮影はいつもより早く終わりそう。おそらくあなたが朝起きる頃には終わっていると思うと話し、男性はそれなら、君とカカオトークをするためにできるだけをして待っていると答えています。このような会話が成立するには、男性が翌25日の朝、少なくとも午前中の予定が空いている必要があります。しかし、キム・スヒョン氏はその翌日から週末2日間、早朝5時に起床し、ヨンジョンドの撮影セットで終日アクションシーンを撮影する予定でした。したがって、夜更かしして待つという設定は成立し得ません。2日連続で早朝から深夜まで撮影を行う俳優が、金曜の夜にトークのために徹夜するというのは現実的に不可能です。第3に、このカカオトーク全体には、男性が、今何をしている、これから何をする、といった、自身の状況を示す発言が一切ありません。6月22日と24日のやりとりに限らず、5日間を通じて男性は常に、君の時間に合わせる、時間ができたら僕がいる山に行くなど、余裕のある態度で話しています。会話の流れから見ても、個人の方が撮影で多忙であり、男性は特に予定のない自由な状態であったことが明らかです。一方、キム・スヒョン氏はこの時期、連日のアクション撮影で極度の過密スケジュールにありました。もし彼が本当にこの会話の相手だったなら、個人の口から撮影で疲れてない、今も現場にいるの、といった一言が出ていて当然です。しかし、そのような内容は一切ありません。また、もし相手が本当に俳優本人であったなら、これから撮影に入る今、現場にいるといった言葉が出てくるはずです。
もしそうした発言が一文でもあったなら、遺族やキム・セウィ氏はそれを真っ先に取り上げ、大々的に主張していたでしょう。つまり、最も基本的かつ重要な点として、この5日間のカカオトークには、男性の身元を推測できる表現が全くありません。男性が誰であるかを特定できる手がかりが完全に削除されており、これはキム・セウィ氏及び遺族側が、意図的にその部分を編集加工した可能性を強く示唆しています。私が申し上げているのは、単に当時キム・スヒョン俳優が忙しかったという話ではありません。キム・スヒョン俳優には瞬間移動の能力などありません。したがって、2016年6月に12日にイルサンで個人と会う約束をすることは、物理的に不可能なのです。また、金曜日の夜に誰かとカカオトークをするために徹夜をした上で、翌日の土曜日曜の2日間連続で1日12時間のアクション撮影を行える人など、この地球上には存在しません。週末の早朝から終日アクションシーンの撮影を控えた主演俳優が、金曜日の夜に個人の徹夜ドラマ撮影が終わるまで寝ずに待つという状況は、常識的にありえないことです。さらに問題のカカオトークには、そもそもキム・スヒョン俳優であると判断できるような発言が、一向たりとも存在しません。それどころか、むしろ男性側の行動や状況を推測できる部分が、意図的に削除されています。私は、これらすべての事実に基づき、客観的な証拠と常識的な判断だけで十分に検証可能な真実を述べているに過ぎません。この事件で最も重要な捏造は2016年のカカオトークですが、キム・セウィ氏が虚偽を事実のように信じ込ませるために仕組んだ証拠は、それ以外にも数えきれないほど存在します。その一つが、2018年キム・スヒョン俳優の軍服務中に行われた、カカオトークの発信者偽造です。どのメディアもこの点を指摘していませんが、キム・セウィ氏は2016年6月のカカオトークを提示した後、何の説明もなく2年間の空白期間を飛ばしています。そして突然、2018年4月、すなわち、キム・スヒョン俳優が軍服夢中であり、個人が高校3年生であった時期へと、時間軸を移しています。この時期、俳優が実際に送ったカカオトークの中には、申し訳ないけれど時間が足りなくて会うのは難しい。今回会えなくて残念だし、すまないといった。ごく普通の知人同士のやりとりが一部存在します。これは、軍休暇中に無理をしてでも必ず会うような関係ではなく、会えずに残念だという言葉も日常的な社交的表現に過ぎないことを示しています。ところが、キム・セウィ氏は俳優が実際に送ったこうした、平凡なカカオトークの間に、二人が単なる知人以上の関係であるかのような印象を与える、捏造メッセージを紛れ込ませたのです。その中の一つが、2018年4月2日に送られたことになっているメッセージです。そのカカオトークの会話には、個人と発信者の男性が同週の木曜日、つまり4月5日に会う約束をしたという内容が含まれています。しかし、キム・スヒョン俳優がこの発信者であることはありえません。この時期、軍では携帯電話の使用が全面的に禁止されていました。一般兵士に携帯電話の使用が許可されたのは、1年後の2019年4月からです。したがって、キム・スヒョン俳優が、BMZ 非武装地帯での捜索作戦に従事していた2018年4月2日に、携帯電話を使って個人にカカオトークを送信することは不可能です。また、同週木曜日に個人と会う約束をすることも不可能です。作戦中の兵士が、地雷地帯の真ん中で、今度一緒に台本を見ようと提案することなどありえません。ニア俳優の日記で確認される作戦時期。この点に関して、当時俳優が書いていた日記のうち、4月2日から4月6日の間の記録を新たに公開します。キム・スヒョン俳優は4月6日未明、次のように記しています。2018年4月6日勤。午前4時。ついに最後の警戒勤務まで終えた。
GP 警戒所では、今勤務に入った人以外はみんな倒れて寝ている。心臓が高鳴って眠れない。今日は戻って作戦の整理をして休んで、運動したら終わりだ。これまでの自分を振り返った。何をしてあげられたのか、なぜそうだったのか、なぜ足りなかったのか。何度考えても戻ってくるのは、取り返しのつかない申し訳なさと感謝の気持ちだった。こんな未熟な自分の言葉や行動に気を配り、努力してくれる人、愛しいと思った。この日記は、問題のカカオトークで個人と男性が、4月5日に会うと約束していたその翌日未明に、俳優が書いたものです。つまり、個人がその男性と会っていたであろう。4月5日木曜の夜、キム・スヒョン俳優は DMZ 最前線で最後の夜間警戒勤務に就いていたのです。その週の作戦スケジュールは極めて厳しく、緊迫していました。俳優は通常、毎日1ページずつ日記を書いていましたが、この週は作戦の忙しさのために4月4日には記録を残せず、3日と5日もそれぞれ半ページほどしか書けませんでした。すべての警戒作戦を終えた4月6日午前4時、仲間の兵士たちがすべて眠りについた後、ようやく静かな時間を得て、これまでの過酷な任務を振り返りながら、2ページにわたり思いを記しました。その日記には、入隊前の恋人にうまく接することができなかった後悔、自分のために尽くしてくれた人への感謝、そして真摯な内政が綴られています。キム・スヒョン俳優は過去に心臓疾患の手術を受け、一時は社会服務要員公益勤務要員の判定を受けました。しかし彼はその結果に不服を申し立て、治療とトレーニングを続けた末、再審査を通過して現役入隊しました。彼は最前線 DMZ の捜索部隊に配属された後も、教官任用の提案を断り、服役期間を通して一切の特権を求めず、黙々と任務に専念しました。軍人としての使命感を胸に、毎日厳しい訓練の中で恋人を思いながら、強い意志で過酷な軍生活を耐え抜きました。それにもかかわらず、当時地雷原を駆け巡り、命を懸けて祖国を守っていた無実の青年を、キム・セビ氏と遺族は意図的に証拠を捏造し、事実を歪め、彼を未成年の少女を心理的に支配し、性的に搾取した卑劣な犯罪者へと仕立て上げました。これは極めて悪質かつ組織的な人格破壊行為であり、同時に国民全体を欺いた大規模な詐欺犯罪です。俳優が軍服務中に記したこの日記は200ページを超える膨大な分量で、恋人に関する内容のみならず、軍事訓練、作戦、南北首脳会談準備、そして毎日の気象状況など、その日その日に俳優が実際に体験した軍生活が細かく記録されています。この記録は、人間はもちろん、AI でさえ再現できない記録ものです。AI は DMZ 最前線の GP 警戒所で実際に行われた軍活動の機密までは知り得ません。この日記には、当時の恋人が残した複数の返信や、偽造不可能な痕跡が多数残っています。この日記は、今年3月、加害者らを刑事告訴した直後に、捜査機関へ移しコピーを提出し、原本は私たちが厳重に保管しています。キム・セウィ氏は、2016年6月のカカオトークで発信者を偽装し、俳優と個人が個人の中学生時代から交際を開始したかのように信じ込ませた上で、2018年4月頃になると2人の関係が冷え切っていたと人々に思わせるための資料として、個人がキム・スヒョン俳優に送ったと主張する2018年4月13日付カカオトークメッセージを提示しました。おっぱが私に会いたくて必要な時には連絡がつくのに、私が必要な時にはいつもいない。もっと努力するつもりがないのなら、私はもう会わない。しかし、このメッセージは個人がキム・スヒョン俳優に送ったものではありません。男が自分に必要な時は連絡がよくつく。努力しないなら別れるといった内容は、軍で携帯電話の使用が全面禁止されていた当時、
最前線で勤務していた軍人に対して送れるような常識に反するメッセージです。当時、キム・スヒョン俳優は犬をかけて捜索作戦に従事していた現役軍人でした。もし本当にその時期にそのような内容を送っていたのだとすれば、それは恋人同士の許される愚痴ではなく、現実感覚を欠いた正気を疑う発言と言わざるを得ません。キム・スヒョン俳優は軍服夢中に、このように基本的な道理の分別もできない人物と交際していた事実はありません。そもそも、キム・セビ氏が公開したこのメッセージ画面についても、前述の2016年のカカオトークと全く同様に、受信者がキム・スヒョン俳優であると判断できる内容は一切ありません。さらにキム・セウィ氏は、このカカオトーク一点に限って、相手の返信が一切見えないように編集し、発信者表示も丸ごと削除しました。もし彼の主張通り、個人のこのメッセージが2018年4月13日に送られたのが事実なら、それはその時点で個人が別の男性と恋人関係にあったことを示す証拠になり得るだけです。しかも、当時個人が誰と交際していたかは業界では公然の事実であり、私たちもその内容を把握しています。また、当時個人がその男性と撮影した写真や、やり取りしたカカオトークが、個人の携帯電話やクラウドに多数残っていると合理的に推認しています。この会話の発信者プロフィールと相手男性の返信内容さえ確認できれば、受信者の特定は可能になるはずです。キム・スヒョン俳優は軍服夢中、個人と特別な関係にはありませんでした。したがって、たとえ休暇中であっても、個人にわざわざ会わなければならない理由など存在しなかったのです。俳優が個人に送ったカカオトークや、軍の手紙は、両者がごく普通の知人関係であったことを示す資料に過ぎません。しかしキム・セウィ氏は、これらを捏造された証拠と結びつけ、あたかも個人と俳優が恋人関係であったかのように既成事実化し、大衆を洗脳しました。彼らは、個人が別の男性と交わしたカカオトークのやり取りを、まるでキム・スヒョン俳優が送ったかのように発信者プロフィールを偽造し、その横に、俳優が実際に個人へ送った、ごく普通の知人同士のメッセージを並べて配置しました。そして恋人だったが冷たく接していたという虚偽の印象を、見る人々に植え付けたのです。その結果、捏造された画像と本物の資料を巧妙に組み合わせた、混合型の偽造物が、大衆の目にはいかにも真実らしいリアルな証拠として映りました。この手口は、以前に述べた軍服夢中の手紙と、交際時期の絵はがきを並べて提示し、軍服夢中に書かれた手紙を、未成年時代のグルーミングの証拠にすり替えた手法と全く同じです。俳優が軍服夢中に送った。時間がなくて会うのが難しい。申し訳ないと言った。極常識的で丁寧なメッセージを、偽造されたカカオトークと述べて見せることで、まるで交際していながらも会おうとせず、未成年を心理的に支配していた証拠であるかのように演出したのです。そして、多くの人々がこのような完全に虚構のストーリーを、何の疑いもなく信じるようになりました。前述の通り、本件の発端は2024年3月25日。個人が知人に送ったカカオトークの会話に残っていた虚偽の立場文声明文の草稿から始まりました。個人は当時、誰かの助けを得てこの文書を作成しましたが、その内容は完全なフィクションであったため、発表することはできませんでした。もしその立場文が真実であったなら、個人は当初から、その主張を裏付ける未成年期の交際写真を SNS に掲載したでしょうし、あるいは写真掲載が問題となった後にこの草稿を準備した段階で、主張を支える神聖な資料を証拠として引用したはずです。しかし、個人にはそれができませんでした。そのような写真も資料も最初から一つも存在しないからです。そして、個人は未成年期に俳優と交際した写真も、カカオトークの記録も持っていませんでした。存在しないからです。また、個人自身も、
たった一通の軍隊の手紙を恋文だとは考えていませんでした。恋人からの手紙ではなかったからです。したがって個人は、最後までこの立場文は出さない方が良いのではないか。公開されるのが怖いと不安も抱き、気を配り続けていたのです。しかし、その1年後、個人が亡くなった後にこの文書は、遺族と偽の叔母、キムセウィ氏、プジソク弁護士、クオンヨンチャン氏によって、全く別の形で実行されました。キムセウィ氏が3月10日、上記の虚偽の立場文に基づき、検証もなく虚偽の暴露を始めたことは、事実確認の義務を負う立場として決して正当化できません。問題の立場文では、個人は俳優と中学3年の時から交際していたと主張しましたが、その根拠として提示された唯一の資料は、大学2年の時期に撮影された写真1枚だけでした。写真の中の個人の顔はすでに成人の容貌であり、それを児童期の姿と取り違えることは困難です。まして、親が自分の子供の16歳未満の頃の姿と21歳の時の姿を区別できないという主張は、常識と経験則に反します。基本的な事実関係を確かめただけでも、この立場文が全面的な虚偽であることは直ちに分かったはずです。この虚偽の立場文には、写真以外にも多数の明白な誤りが含まれていました。代表的なものとして、個人と俳優の年齢差は12歳で明確であるにもかかわらず、文書には私は16歳、相手は30歳でしたと記されている点です。個人が16歳であれば、俳優は28歳であるはずで、俳優が30歳であれば、個人は18歳であるはずです。それにもかかわらず、この立場文は完全な虚偽であることにとどまらず、不変の事実までも脚色し、できる限り悪意的な虚偽で上塗りしました。それは、30代の男性が、性的自己決定能力がないとみなされる、16歳未満の児童を心理的に支配し、性的に搾取したというイメージを作るために起とされた、虚偽フレームの演出だったのです。それにもかかわらず、キムセウィ氏は、この矛盾だらけの文章を何の検証もなく、即座に暴露番組で使用しました。その後、存在しない多数の証拠を新たに作り上げ、偽造し、全国民を欺きました。こうして作られた虚偽は、国内にとどまらず、主要海外メディアを通じて全世界へ極めて迅速に拡散しました。遺族とキムセウィ氏の恋は明白です。2016年6月当時、俳優は映画リアルの最終段階の撮影に没頭しており、2018年4月第1週には軍の作戦地域での捜索任務に従事していました。これら各時期の報道を慎重に確認していれば、問題のカカオトーク会話の相手が俳優でありえないことは、直ちに確認できたはずです。しかし、キムセウィ氏はいかなる検証手続きも経ず、俳優をその会話の相手だと断定しました。さらに、会話画面の発信者名とプロフィール写真を、俳優の実名と顔に差し替え、これを原本の会話であるかのように偽装して記者会見と放送を行いました。これは、虚偽事実についての明白な故意を前提とした、積極的な欺罔行為であり、悪意ある捏造です。したがって、本件の本質は証拠捏造にあります。彼らは一体、なぜここまで無謀で大胆な行為に出たのでしょうか。表向きには個人の名誉を守るための行動だと語っていますが、私たちはそうは見ていません。キムセウィ氏は3月の間ずっと弾劾反対と書かれた鉢巻きを巻き、個人に関する虚偽の暴露を政治的宣伝の道具として利用しました。プジソク弁護士は児童性犯罪被害者の記者会見を終えたその夜、カンナムのクラブの電光掲示板に自分の会見映像を映し出し、踊りながら自粛しました。クオンヨンチャン氏は放送中、耳を覆いたくなるほど生々しい擬音語を使って、個人の自傷場面を真似る仕草までしました。さらに、彼らが5月7日に個人の肉声として公開した音声ファイルには、低俗な罵声が含まれていました。
個人の友人たちはこれは私の友人が使う言葉ではないと驚きましたが、個人の両親はうちの娘に間違いないと主張しました。そもそも常識あり親であれば、自分の子供が未成年だった頃に交わした性的なカカオトークの会話を全国民の前で公開することなどありえません。それにもかかわらず、彼らはグループチャットを作り、一晩中個人の携帯を漁って性的な会話を探し出し、それを会見や放送の素材として利用しました。その行為は名誉回復ではなく、個人の名誉を踏みにじる行為です。SBS のカン・ギョンユン記者の取材によると、プジソク弁護士は遺族と着手金なしで遺族が得る金銭的利益の 20% を成功報酬として受け取るという条件で委任契約を結びました。しかし、この事件はもともと遺族が俳優や所属事務所を相手取って金銭請求訴訟を起こせるような案件ではありません。実際、これまで遺族がそのような訴訟を起こした事実も、民事手続きでそのような主張をした事実もありません。したがって、この成功報酬契約が意味するのはただ一つ。それは法的支援ではなく、虚偽の主張を通じた金銭的利益の獲得を目的とした布石だった、としか説明できません。所属事務所側はすでに昨年3月、ドラマ涙の女王放送中に、個人が SNS に過去の交際写真を投稿した際、その突発的行動の意図と背景に強い疑念を抱いていました。個人の死後、遺族とキム・セウィ氏によって、個人が生前に発表できなかった虚偽の立場文が復活し、当初その文書外としていた悪意ある虚偽フレームが、そのまま主張されました。そして、その虚偽主張に基づき謝罪を要求されたとき、俳優と所属事務所は、それを恐喝取引の手段とみなさざるを得ませんでした。彼らは個人が残した虚偽の立場文の内容をそのまま引き継ぎ、さらに強化しました。個人はゴールドメダリストの創立メンバーだった。ビジュアルディレクターとして働いたのに報酬をもらえなかった。所属事務所が繰り返し否定している通り、これらはすべて事実ではありません。個人は会社の設立や運営に一切関与しておらず、ビジュアルディレクターとして働いた事実もありません。この点について、実際のビジュアルディレクター本人が、今年3月、自身の SNS で直接反論しています。ビジュアルディレクションは年俸数千万ウォン規模の専門職であり、個人にはそのような専門的業務を遂行できる能力経験資格はありませんでした。もし個人が何らかの形で会社のために働き、報酬を受け取れなかったのなら、生前に自ら問題提起したはずです。しかし、そのような事実は一度もありません。今年3月、俳優と所属事務所は彼らの虚偽放送による連日の攻撃にさらされました。その中で、遺族は道義的謝罪を要求しました。所属事務所にとって、虚偽に基づくこの要求は、金銭要求を前提とした圧力としか受け取れませんでした。個人が生前言ってもいない業務に対して未払い賃金を主張し、個人の死後になってそれを事実であるかのように主張するのは、金銭要求のための虚偽の名分作りと判断せざるを得ません。虚偽暴露に対する合意は、すなわち嘘を認めることになります。したがって、所属事務所はこの要求に断固として対処し、いかなる要求も受け入れず、金銭的な和解も一切行いませんでした。私は、当時の所属事務所のこの原則に基づく判断は正しかったと思います。虚偽の暴露に屈して金銭で合意することは、その後も俳優を一生苦しめる枷になったはずだからです。5は彼らの本心を示す言動。結局、彼らの本心は、このような大胆な行動の後に自らの言葉と行動によって、すべて露呈したと私は考えます。いわゆる偽のおばは3月の放送インタビューで、世論はあの7億ウォンを触ったこともないと、怒りをあらわにしました。しかし、その7億ウォンとは、個人が飲酒事故という重大な犯罪を起こし、法的に本人が全額負担すべき違約金でした。当時、個人には資金がなく、所属事務所が立て替えて貸与したものです。それは、
個人が自由に使えるお金ではなく、本来返済すべき債務です。他人の死を理由に、その人の過ちまで美化しようとする行為は、健全な追悼文化とは言えません。個人の誤った行為までも聖域化し、その責任を無関係な第三者へ転嫁するような文化は、新たな被害者を生み、社会全体の倫理的感受性を麻痺させる危険な風潮だと考えます。さらに、遺族の代理人を自称したケンエイさん氏は放送でこう発言しました。もし俺がキム・スヒョンぐらいの男だったら、1年付き合おうが5年付き合おうが、別れる時に慰謝料に10億は払う。それがかっこいい男じゃないか。この発言は、すでに亡くなった個人を思う人間の口から出る言葉ではありません。個人を金銭と結びつけて語ること自体、個人の名誉を守るという人間がして良い行動ではありません。3月以降、彼らが続けてきたこのような言葉と行動こそが、この事件に対する彼らの姿勢と本質を、何よりも雄弁に物語っているのです。コ・キム・セロン氏の死因は自殺と伝えられています。その背景として考えられるのは、彼女の死後に明らかになった諸状況を踏まえると、本年1月、米国で結婚し新しい生活を夢見たものの破綻に終わり、帰国後に進めていたカフェ事業計画も頓挫したことで、自身の境遇に深い絶望を感じたという点です。遺族側代理人のプジソク弁護士は記者会見で、個人には家族すら知らないほど多くの自傷行為の試みがあったと述べており、これは私たちが把握している事実とも一致しています。個人が繰り返した数多くの自傷のうち、最後の試みがついに死へとつながったのです。彼女の人生がこのように不幸な方向へ傾き始めた直接の契機は、誰もが知るように2022年5月18日午前8時頃発生した、飲酒運転による物損及び事故後未措置事件でした。その事件以降、全国的な非難世論の中で、個人は長期間の自粛に入り、約3年近くの間、不安定な心理状態の下で複数回の自傷行為を繰り返しました。そして、この期間、個人が家族との関係をほぼ断絶していたことが、複数の資料から確認されています。個人の元恋人が今年3月に作成し、自らの声でも証言した確認書によると、個人は死の前、米国の夫による暴言暴力に苦しみ、ほぼ縁を切った家族の無関心に最も苦しみ、自身の境遇を悲観していたと証言しています。その証言によれば、個人は亡くなる2ヶ月前の2024年11月1日、自傷によって手首の腱が切れ、緊急手術を受ける事態になったにもかかわらず、家族は連絡を受けても誰一人現場に来なかったとされています。私はこれと同様の状況が、2022年の飲酒運転事故以降、少なくとも2年以上続いていたことを裏付ける他の客観的資料を確認済みです。それにもかかわらず、プジソク弁護士は3月の記者会見で、個人は亡くなるまで家族と親しい関係であり、ただ心配をかけたくなくて自傷を隠したと主張し、その証拠があると自信を持って発言しました。私はプジソク弁護士に、彼が持っていると主張した証拠を公開せよと公に求めました。この要求は報道でも取り上げられましたが、彼は沈黙したままです。この沈黙は、私の主張を暗黙に認めたものとみなします。したがって、彼らが沈黙を破って反論をするまでは、私の側から新たな証拠を公開する必要はないと考えています。一方、個人が亡くなる前の今年初めに米国で結婚していた事実を、家族が知らなかったという点も、極めて理解しがたいことです。家族の反対が予想される結婚であっても、縁が切れていない限り、通常は少なくとも知らせます。家族が結婚を知らなかったと主張すること自体が、家族関係の断絶を示唆しています。本年初め、個人が米国の夫と撮影した写真を SNS に投稿したことで、韓国メディアでは結婚説が大きく報じられました。当時、個人は報道に対して結婚説を公式に否定しましたが、
家族であればニュースを通じてその報道を見ていたはずです。もし家族の中に一人でも、あるいは偽の叔母であっても、個人と連絡が取れる状態だったなら、当然これはどういうことだと尋ねたでしょう。したがって、その時点で少なくとも遅れてでも結婚を知った可能性は高いと考えられます。もし彼らが結婚の事実を知っていたにもかかわらず、知らなかったと虚偽の発言をしたのだとすれば、その理由はただ一つ。それは、個人の死の責任を家族や夫ではなく、無関係な他人の男性に転嫁するためです。今や事実は明確に示されました。去る9月30日、私が一部の証拠を公開し、数度にわたって立場を表明した際、キム・セビ氏と遺族側に対し、説明と回答を公開の場で求めました。しかし、それから約1ヶ月が経過した現在に至るまで、キム・セビ氏と遺族は完全な沈黙を続けています。遺族の代理人を名乗っていたクオン・ヨンチャン氏は、遺族は逐一反応せず、法廷で白黒をつけると述べたといいます。3月以降、彼らが何度も記者会見を開き、連日のように捏造された証拠で虚偽を暴露していたあの頃の勢いは、今はもう見る影もありません。私はキム・セウィ氏、プジソク弁護士、そして個人の遺族に求めます。まず、今更誰かの背後に隠れようとせずに、あなた方が2016年6月のカカオトーク及び、2018年4月13日のカカオトークの会話相手を、キム・スヒョン俳優だと断定した根拠を、公衆の前で明確に説明してください。個人の叔母と名乗る方にお尋ねします。あなたは個人が高校生の頃、軍隊からあまりにも多くの手紙が届き、それで個人がキム・スヒョン俳優と交際していると知ったと述べました。それならば、キム・セビ氏が公開したたった一通の手紙以外に、残る手紙をすべて公開するか、捜査機関に提出してください。模した数あった手紙のうち、その一通を除いてすべて処分したと主張するなら、大衆はその説明を到底受け入れないでしょう。そして、個人のご両親に伺います。個人の友人たちは5月7日の記者会見で流された音声録音を聞いた後、私たちの友人はあんな罵声を吐く人ではなかったと語りました。キム・セビ氏が公開したその音声の声は本当に個人の肉声ですか？そしてあなた方は本当に、その声は私たちの娘のもので間違いないと、キム・セビ氏に伝えたのですか？あなた方が記憶する個人とは、約10年ぶりに他国で再会した特別な縁もない男性に対して、カフェで数百ドルを借り、その男性の質問にすべて答え、自分の未成年期の性的な関係について、下品なのの尻言葉を交えて語るような人物だったのですか？それが本当に、親として知っているあなた方の娘の本当の姿なのですか？コ・キム・セロンさんは才能ある俳優でした。子役時代から数多くの優れた作品を残してきました。しかし彼女には、生前にすでに世間に知られたいくつかの過ちがあり、また今回明らかになったように、周囲に多くの嘘を残していました。けれども、彼女はすでにこの世を去りました。大衆は、彼女が残した作品とすでに知られた過ち以外に、彼女が周囲に残した嘘までも知る必要はありませんでした。ところが、彼女の死後、加害者たちはそれぞれの利益のために結託し、個人が生前に実行できなかった嘘を、個人の声という名目で蘇らせました。そして、遺族を後ろ盾にしたキム・セウィ氏が、捏造された証拠を積み上げ、死者を盾にして、物語を歪曲し、虚偽の事実を拡散増幅させたのです。この事件は、個人が生前に言ったことには誰も反論しづらいという、点を悪用した、極めて悪質な犯罪です。彼らは個人の名前を利用して寄付金を集め、政治的利益を得て、自らの名を広める宣伝手段としました。その行為は、死者を盾にして少女を破壊した、意図的かつ凶暴的な犯罪行為です。この事件の本質は証拠の捏造です。
本件は、証拠の捏造を通じて、無実の被害者の人格を社会的に抹殺した、前例のない国民的詐欺犯罪事件です。さらに、このように作り出された虚偽の事実は国内にとどまらず、海外メディアの報道を通じて世界中に拡散し、俳優個人の名誉と人生を完全に破壊しただけでなく、韓流文化産業全体に深刻な悪影響を及ぼし、業界全体に甚大な損害をもたらした国際的なサイバー犯罪事件でもあります。国家はこの事件の本質を直視しなければなりません。犯罪の動機と目的、そしてその波及効果を考慮し、徹底した捜査によって、捏造と共謀の実態を一つ残らず明らかにすべきです。加害者たちには、その行為の悪質さと、世界的に及ぼした影響の大きさに見合う厳正な処罰が下されなければなりません。真実はすでに十分に明らかになっています。それでもなお不足だというなら、私は必要な限り、今後も証拠の公開をやめるつもりはありません。偽造された証拠と虚偽の主張で、大衆の認識を操作し、被害者の名誉を踏みにじった加害者たちの虚構のフレームや矛盾した論理に、どうか同調しないでください。加害者の側に立たないでください。今のように真実がこれほど明白に示され、加害者たちが卑劣な沈黙を続けているにもかかわらず、それでも彼らの側に立つことは、あなた自身の人生と価値、そして人間としての尊厳を損なう行為です。最後に、私は今日、個人に対して形式的な追悼の言葉を述べることはいたしません。親ですら守ろうとしなかった個人の名誉を、私がどうやって代わりに守れるというのでしょうか。誰かの意図的な行為によって、一人の無実な人間が深刻な被害を受け、その家族、そしてこの事件を見守ってきた多くの人々が、深い傷を負いました。この不正は、必ず正されなければなりません。そして、今後このようなことが二度と繰り返されないように、すべての真実が明確に、完全に明らかにされるべきです。皆さんどうか、この事件の無実の被害者が本来の名誉と日常を完全に取り戻し、再び本来の場所へ戻れるように、私たちと共に歩んでください。本日、長い話を最後までお聞きくださり、心から感謝申し上げます。